こんにちは、MB サポートの管理人です。本日は、川中島合戦の地に訪れた記録です。仕事で何度も来ていますが、観光するのは初めてです。高速のパーキングエリアから見下ろした千曲川です。信玄、参るぞ。ここは、武田信玄の弟、武田天久信繁の墓がある、正蔵山天久寺です。私は戦国時代や戦国武将に詳しくないですが、角川映画の天と地と劇場で鑑賞したことで、多大な影響を受けた一人です。境内にある川中島合戦記念館には、時報60点が展示されています。住職の話では、展示しきれない時報がたくさんあるそうです。天久公の槍の絵が残っているなんて、すごいね。江戸後期の画家、加納雄生の大竜。なぎなたと武田家仕様の火縄銃。長岡下虎、越後の国の大名、上杉謙信。甲斐の国の守護大名、武田信玄。軍学書の紅葉軍艦。さて、日本一大きい閻魔大王像を見学します。天井には33人の観音菩薩が描かれています。苦悩する樹上を様々に姿を変えて救う慈悲のお姿です。万延元年、松代藩八代藩主真田幸貫の発願によって、天久時代重生、大井良海禅寺が閻魔堂を建立しました。そして川中島合戦の戦死者6004名の冥福を祈り、大法要が行われました。私が子供の頃に聞いた話は、死んだ後に天国と地獄を振り分けるのが閻魔大王です。言うこと聞かない子供に、悪いことをすると閻魔様に地獄に落とされるとか、嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれると言われました。こうして私たちは、天久寺を後にしました。天久信繁の首を洗った首清メイドや、お墓の映像は割愛しました。拝観料は200円で、桜の季節に訪れたいものです。向かった先は、川中島古戦場史跡公園です。八幡神社に有名な一騎打ちの像があります。角川映画天と地とでも、この構図が再現されていました。右が上杉謙信、左が武田信玄です。かっちょいいね。時間がなくて、さらにトラブルが発生して、これを見るだけで精一杯でした。本当は、公園で日向ぼっこをして、夏草や、つわものどもが夢の跡とか、行ってみたかったです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。MB サポートでした。